もし戦争のために新しい生物を生み出そうとしている国があったとしたら、1926年、当時のフランス領ギニア。お前は一体何を考えているんだ。そんなこと許されるわけないだろう。フランス植民地政府の高官はその日訪ねてきた一人の男に向かい激しい怒号を浴びせました。確かに抵抗はあるかもしれないが、なんとかならないか。怒りをあらわにする政府高官を前にしても一切ひるむ様子のないこの男は、ソ連からやってきた学者イリア・イワノビッチ・イワノフ。彼はこのギニアでとある実験を行っており、現地の女性の中からその被験者を募集できないかと頼みに来たんです。イワノフが行っている実験は人間の人工授精に関するもの。彼は妊娠可能な20代、30代の女性を探していましたが、快く母体を提供してくれる女性がそう簡単に見つかるわけもありませんでした。しかし政府高官が怒りを覚えていたのは、この実験が単に女性の体を犠牲にするものだということに対してだけではないんです。実のところイワノフはチンパンジーの精子で女性を妊娠させるつもりだったんです。人間とチンパンジーを交配しようと試みた一人の研究者。彼は一体何のために新しい種族を生み出そうとしているのか。明らかに違う種族同士の交配は本当に可能なのでしょうか。おっす。最近朝はフルーツグラノーラ食べてるよ、ケンちゃんです。もうすぐ夏が終わっちゃう、ゆみやみこです。というわけで、レミオさん、最近ね、僕、原点回帰ということで。原点回帰、はい、あなたの原点ってフルーツグラノーラ、目になんか入ってめっちゃ痛いです。今回ご紹介するのは20世紀前半、ソ連の研究者が行っていたある実験についてなんです。なんとこの実験、人間とチンパンジーの雑種を作ろうという、恐ろしい実験だったんです。子供できるの？そうっすよね。そこが疑問ですよね、まずね、前提。ただね、この研究に関わっていた人たち、手段を選ばず、どんどん突き進んでいったんです。マッドサイエンティストとも呼ばれるべきね、この恐ろしい男。実はですね、ある分野の第一人者として名を馳せた人物だったんです。研究者の野望。1926年、舞台はギニアの首都コナクリ。植物園に設置された檻の前で何やら熱心にメモを取っている一人の男がいました。いい答えが手に入ったな。満足げにそうつぶやいたその男の名はイリア・イワノビッチ・イワノフ。ソ連出身の生物学者でした。そしてイワノフが見つめる檻の中に入れられているのは、この町の周辺で捕獲されたばかりのチンパンジー。パリのパスツール研究所へ勤めていたイワノフは研究所の支援を得て、当時フランス領だったこのギニアでチンパンジーを使った実験を行おうとしていました。その実験とは人間とチンパンジーの交配実験。イワノフはこの実験を行うため、コナクリ植物園の使用許可を取得。地元の人々の力を借り、11匹のチンパンジーを捕獲し、実験の準備を進めているところだったんです。人間とチンパンジーの異種間で交配を行う、一見して人道に反しているように思えるこの実験。なぜイワノフはそんな常軌を逸した実験を堂々と行っているのか。そのいきさつを知るには、この男の経歴から辿っていく必要があるんです。1870年7月20日、イワノフはロシア帝国の西に位置するクルスク州シチグリ村で生を受けます。幼少期から勉学に励んだイワノフは1896年にハリコフ大学自然史学部を卒業。すでに生物学者として芽を出し始めていた彼は、ロシア帝国内だけではなく、ジュネーブやパリなどヨーロッパ各地の研究所へ勤務しました。そうやって研究の日々に身を費やす中で、イワノフは革新的な実験を多数成功させていくんです。例えば、イワノフの研究でも特に有名なものが馬の人工授精。自然授精だと1頭のオス馬が種付けできるメスの数は20から30頭ほど。それに対しイワノフは人工授精を用い、なんと1頭のオス馬から最大500頭のメスに種付けを行う技術を確立したんです。効率よく馬を繁殖させられるその技術を求め、イワノフの元には世界各地から馬の生産者が訪れていました。そしてこの人工授精の技術を応用し、イワノフが新たに挑んだ実験が異種間交雑でした。異種間交雑ってさ、違う種類の動物を掛け合わせて子供を作るみたいな。それが人間とチンパンジーに繋がっていくわけよ、この人。そうなんですよ。ですがね、異種間交雑の常識から考えると、人間とチンパンジーの交配っていうのはね、あまり現実的じゃないんです。どういうことなのか。というわけで本日のメトラーキーワード、異種間交雑について。
異種間交雑とは、異なる種類の生物同士が交配することで新たな雑種が生み出されること。受精の仕組み上、有性生殖を行う生物の中でもかなり近い種類の間でのみ可能な行為とされているんです。自然に行われる異種間交雑で有名なのは、オスのロバとメスの馬の交配で生まれるラバ。ラバは両親のそれぞれいい特性を受け継いでおり、異種間交雑の代表的な成功例とされています。一方で、オスのライオンとメスのトラを交配して生まれたライガーなど、人工受精で故意に生み出された雑種は先天的な疾患を持つ個体も多いのが現状です。実のところ、イワノフは人工受精を用いた異種間交雑を成功させた第一人者。マウスとラット、牛とバイソン、シマウマとロバなど、あらゆる種類の異種間交雑を行い、生まれた後も生存可能な雑種を次々と生み出していたんです。このように斬新な実験で注目を集めていたイワノフ。彼がその生涯をかけた新たな野望を語ったのは1910年のこと。将来的には人間と猿の異種間交雑が実現できる可能性もあります。オーストリア・グラーツで開催された世界動物学者会議の壇上で確かにそう言い放ったイワノフ。会場の学者たちは揃って騒然としました。本来限りなく近い種でないと不可能な異種間交雑の常識で考えれば、この時のイワノフの発言は到底的外れなものに思えたんです。そこから1917年に入り、ロシア帝国は崩壊。時代は混乱を極め、イワノフも一時研究どころではなくなってしまいます。そしてソ連の体制が固まり、また腰を据えて研究を行える状況になった矢先に、イワノフは人間とチンパンジーの交配実験に着手し始めたんです。だからこれだけもう実績があったから外国の植物園借りて実験するなんていうなんか離れ技じゃないけど、そういうことができたわけね、でもさ、そもそもその人間とチンパンジーを交雑する意味って何かある？それがですね、実はこの実験が行われたね、そもそものきっかけとしてね、黒い噂があるんです。イワノフは一体何のために人間とチンパンジーの交配を考えていたんでしょうか？不穏な計画。1924年、ソ連が2代目最高指導者ヨシフ・スターリンの時代を迎えたばかりのその頃、イワノフは政府に人間とチンパンジーの交配実験を提案しました。ところが政府はその実験内容に難色を示し、提案を却下。結局イワノフは当時勤めていたパリのパスツール研究所の支援を頼りに個人で研究を行うことにするんです。この内容は当時モスクワの新聞社が報じた確かな情報のはずでした。しかし研究資金1万ドルを用意した。国のためにしっかり働いてくれよ。そう言ってイワノフを送り出した政府高官。そう、表立った情報とは違い、政府はイワノフの研究を支援していたんです。実のところ、新聞社には嘘の報道をさせていました。何のために嘘の報道とかさせるの？政府がイワノフに協力しちゃうとなんかまずいことでもあるってこと？何らかのね、隠蔽の意図っていうのが明らかにありますよね。政府が新聞社に嘘の報道をさせたその理由は、イワノフが実験を行うそもそもの目的にありました。実はソ連政府はイワノフに人間とチンパンジーの交配を研究させ、新たな生物兵器を作ろうとしていたんです。当時のソ連の最高指導者はヨシフ・スターリン。工業化を指導したほか、核開発に力を入れ、ソ連を軍事国家に育て上げた立役者でした。そして彼が原爆を秘密裏に開発していたのと同じように、極秘で開発しようとしていたのが人間とチンパンジーを交配させた最強生物。ソ連政府はイワノフの研究によって人間の知能とチンパンジーの強靭な運動能力を併せ持つ新生物が誕生することを期待していたというんです。真偽は定かではありませんが、もしイワノフの研究が軍事目的だとすれば、新聞社に嘘の報道をさせながら資金援助を行っていた政府の報道にも合点がいきます。こうしてソ連政府とパスツール研究所の支援を受け、万全な体制で研究を行うことになったイワノフ。人間とチンパンジーの異種間交雑は果たして成功するのでしょうか？人間とチンパンジーに交配した生物を兵器？SF みたいな話ありえんの？本当？全部が都合いいんだよね。本当？そもそもね、イワノフ一体どんな方法で人間とチンパンジーを交配させようとしたんでしょうか？その方法は後にソ連国内から多数の非難を浴びるものだったんです。狂気の実験。1926年11月、ソ連政府とフランスのパスツール研究所の支援を受けたイワノフは実験のためギニアの首都コナクリを訪れます。そして翌年2月、ついに人工授精を用いた異種間交雑の実験が行われることに。この時採用された方法は、人間の卵巣をチンパンジーに移植し、人間の精子を人工授精させるというもの。しかし合計3匹のメスのチンパンジーに対し行われたこの実験はいずれも失敗。そしてイワノフはこの実験と並行してもう一つ実験を行おうとしていました。
その日イワノフはコナクリに駐屯しているフランス植民地政府の施設を訪れていた。そして施設内の一室には政府高官の怒号が響いていた。あんたは一体何を考えてるんだ。そんなこと許されるわけないだろう。怒りをあらわに目の前のイワノフを睨みつける政府高官。イワノフはこの日女性の被験者を用意してほしいとこの施設に頼みにやってきた。確かにチンパンジーの精子を注入されるというのは抵抗がある人もいるかもしれないが、政府高官がいくら怒鳴ろうと萎縮する素振りすら見せないイワノフ。ひょうひょうとしたその様子に政府高官はさらに声を荒げる。当たり前だろ。抵抗があるなんてもんじゃない。あんたのやろうとしていることは人道的に間違ってるんだ。しかしそうやって責め立てる政府高官をよそにイワノフは淡々とこう言ったのだ。大丈夫だ。女性に鎮痛剤を打って気を失っている間にやるから。いやいや、そういう問題じゃないじゃないのよ。それやること自体が問題視されてんのに、もうバグってんじゃないのよ。研究にのめり込みすぎて、もう倫理観もクソもねえなっていうね。ちょっとね、言葉悪くなっちゃったんですけど。さらにね、この他にもイワノフは驚きの発言をしているんです。人間の女性にチンパンジーの精子を注入するその実験に反対されたことに対し、イワノフは次のように言及しました。どうやらアフリカでは被験者の女性を探すのは難しいようだ。ヨーロッパの女性なら喜んで協力してくれるのに。この後、ギニアの研究で行き詰まっていたイワノフは、ソ連のスフミ保護区へ研究の拠点を移し、新たに被験者を募って実験を行おうとするんです。しかし、実験に使うため、その旅路にギニアで飼育していた11匹のチンパンジーを同行させた結果、そのほとんどが道中で死亡。チンパンジーたちにはアフリカからソ連への長旅は過酷すぎたんです。こうしてイワノフの人間とチンパンジーの交配実験はついに頓挫したかに思われました。しかし実はまだ彼は人間の被験者を使っての実験を諦めてはいなかったんです。いやいや、もういいわよ。いい加減諦めなさいよ。こんな実験も協力してくれる被験者もいるわけないじゃない。まあそれがですね、ミコさん、この実験ね、意外な展開を迎えるんです。ソ連のスフミ保護区へ拠点を移すにあたり、引き連れていたチンパンジーたちを失ってしまったイワノフ。しかし彼はすでに次なる実験材料を見つけていました。それはスフミ保護区内で飼育されていたオスのオランウータン。そして保護区へやってきてから2年後の1929年、イワノフはこのオランウータンの精子を使った人工授精を受ける被験者を募集。すると意外にも5人以上の女性から応募が寄せられるんです。この事態を受け、ソ連の科学者たちはこぞってイワノフを批判。聞くところによると、イワノフはギニアでも女性に無理やり実験を受けさせようとしていたらしいじゃないか。あの時も問題になったのに、また証拠りもなく実験を行うつもりか。ただイワノフはそんな批判の声を意にも介さず、次々と実験への準備を進めていきました。しかし実験を目前にした1929年7月、イワノフが当てにしていたオスのオランウータンが死んでしまったんです。ほらね、だからもうやめときなさいって言ったでしょ、私が。そういうことなのよ。よくよく考えてもこの男他のお猿さんとか見つけてきそうな感じもするわね。それがですね、この実験も続けられることはなかったんです。科学者の中で私の実験に寛容な態度を示す人はほとんどいない。しかし私は決して諦めない。何を言われようと相手にせず、ただこの問いの答えを追求するだけだ。イワノフはそう言い、この後も実験を続けようとしていました。しかし、イリア・イワノビッチ・イワノフ、お前を逮捕する。1930年12月13日、警察はソ連政府の呼び出しでモスクワを訪れていたイワノフを駅で待ち構えていました。そう、ソ連の科学者によるイワノフの批判が激化する中、政府は彼を危険人物とみなすようになり、ついに逮捕に踏み切るんです。こうしてイワノフは強制収容所送りに。ただ生物学者として確かな知見を持っていた彼は収容所内の研究所で教授職の地位を与えられることに。そして逮捕から2年を待たずして1932年3月20日、脳卒中によりイワノフはその生涯を閉じることに。結局かねてからの念願だった人間とチンパンジーの異種間交雑を成功させることなくこの世を去ることになったイワノフ。彼がそのまま実験を続けていたら新たな生物が生まれる未来もあったのでしょうか。はい、というわけでね、皆さんにね、重要なお知らせがあってですね、何アルゴメトリーとか姉妹チャンネルのね、ミッドナイトムーンとかのグッズをね、ムーントリップというサイトでね、出してるんですけど、原田千秋さんのイラストとかそう開拓ですね。はい、あれのこうスマホケースとかね、タペストリーとかね、いろいろ出してたんですけども、一部の商品がですね、売れすぎちゃって、それ売れ切ったらちょっと販売終了するかしないかみたいなことになっちゃってですね、確実にこう買える保証っていうのが8月のね、31日までになっていますので、もし興味あればね、お早めに購入いただければと思います。二度と買えなくなっちゃう可能性があるってことですね。そうなんです。十分にその可能性がありますので、買わないにしてもね、ムーントリップと調べてみてね、覗いてみていただけると嬉しいです。可愛いイラストいっぱいあるよね。